こんにちは。ワビチャンネルナビゲーター森前です。今日は羽生打竹亭の作業場からお伝えします。目の前にある心拍、糸魚川心拍の枝継ぎもしていない私たちの世界でいう本性というものですね。なかなか見ない圧倒的な舎利芸です。この木がほとんど今まで世に出ていないというので、それだけでも驚かされます。あるご年配の愛好家からの依頼で、この木を今日森山義彦先生が手入れをなさいます。今日のこの取材は、皆さんご存知の近代盆栽、近代出版さんと合同取材ということになります。お楽しみください。それではこれだけの名木、これを森山先生がどのような形でなさるのかご紹介しましょう。どうぞ。お願いします。お疲れ様です。どうも。大変な木の改作となっていますが、はい。私たち50年やってる人間が見ても改作の必要があるのかなというほどに完成されていると思いますが。そうですね。今のままでも全然十分どこに飾っても正しくない木ですけど。お客様のご依頼で、はい、この正面に見えるこの水水が太くて、こうなんて言うんでしょう、まっすぐこう立っているところがとても気になるということで、そうですね。なんか表裏変更をご依頼されているということですが。その通りです。どこから見ても見事な舎利芸と古さです。もうちょいですか？はい。もうちょいですかね。はい。ここが。この辺りに。で、まあ、前かぶりにはなってくるんですけど。確かにこの立ち上がりのこの捻転する舎利芸というのは、圧倒的なものがあると思いますが。そうですね、素晴らしい芸があって、足元に。よく見ると中にもやっぱ捻転している芸が。なるほど。ここですか？はい。もうちょっと。はい。ほう。あ、立ち上がってくるわけですね。はい。この感じですか？で、もうちょっと左に。なるほど。はい。右を当てる感じですかね。はい。そっち押さえててね。危ないから。はあ。大丈夫大丈夫。はい。なるほど。これ森山さん、もちろんこちらは素晴らしいんですけど、向こうの水水をこう割って水水が太くならないように見せるという方法はないんでしょうか？まあそれも一つの手がありますね。まあ両方からちょっと強い根があるんで、まあ真ん中をちょっと水水取って、つまり水水が2本こうあって、ここに舎利を作ると。はい。ということはここら辺もこう作るわけですか？そうですね。ただそれにはやっぱ元々の舎利の古さがあるので、そのバランスが、まあやっぱ削りをするとやっぱどうしても舎利が若返っちゃうんで、その年代が合わさるのにやっぱ最低でも5年以上はかかっちゃいます。お持ち主はある程度のご年配の方だそうだ。見る時間を考えて。そうですね。じゃあどちらでも見られるような感じで、とりあえず今回向こう側でもう一回作ってみようと。ご覧ください。この舎利のこの素晴らしい動き、もう過去に何本もあった明寿と並ぶような感じがありますけど、これをこの感じで作るそうです。さて、長い時間はかかると思いますけど、よろしくお願いします。古来名木を新たな姿へ改作する。作家として自分を問われるような時間が過ぎていく。木と語り合い、木と向き合い、
無駄に育まれた枝を取り除いていく作業は、まるで自分の本性を晒していくようなものです。枝を外し、心拍の本来の真骨頂である幹の芸というものを、その命の足跡を探り出すように見つめていく。作家としての技量と同時に、作家としてのあり方を問われるような仕事は、黙々と森山さんが木と過ごしている時間の中にあります。森山先生、だいぶ枝さばきをして、はい。立ち上がりのこのすごい幹のシャリの芸が見えるようになりましたね。はい。そうですね。やっぱ見せ場ですか？これはやっぱ一番の見せ場なんで。なるほど。さて、この下が見えるようになってなおさら感じるんですが、はい。この上の水水のところがはい多少距離が長いように見えるんですが、そうですね。これは何かいじるんですか？いや、水水はやっぱいじることできないんで、やっぱこのね、距離がやっぱ長いんで、はい、その枝さばきで、それを感じさせないようにしますね。なるほど。こうまっすぐのところを枝で隠しながら間の調子を作るということです。なるほどね。私らが見ても老大木の名木なんですが、はい、こう今なさる仕事っていうのが完成形になるんですか？いや、まだ 100% っていうのはできないと思うんで、今できることと将来的にやっぱやんなきゃいけない仕事っていうのも出てきますね。というと、例えば今日なさる仕事というのは、はい、こう今の時点の木にとっての、ベストでまたそれが何年か経つとまたやっぱり枝の感じとかその変わるんで、またそこでやんなきゃいけないっていう仕事も、こういう枝がもしかしたらいらなかったりとか。これがですか？今回取っちゃうかもしれないけど。なんか今の心拍こう枝数で見せてるものがありますが、本来のこうごまかしようのない名木というのは、まあやっぱ少なくて全然大丈夫ですよね。やっぱ自然そのものの心拍も。いや本当にこう幹芸があって、そこにパラッとのような感じ、ここからどのようになるのかちょっと楽しみに拝見させます。どうぞ皆さん、なかなか見られない世界です。先人たちが長い時をかけて作り上げた名木、これを自分の感性一つを頼りに新たな顔へと作り上げる。作家冥利に尽きるということは簡単な言葉ですが、自分の真剣勝負の時間の中で間違いは許されない、その思いが作家に緊張感を与えます。捻転するシャリ芸が自然な姿として風雪を受けた顔を描くのには、鉢に持ち込んでから数十年の時が必要です。その時の流れが枝先にまで届くように木を仕上げる。盆栽作家がただ木を形的に作るのではなく、木の持つ響きを描き出すまでに行くには長い経験が必要です。今、森山先生はその壁を越えるかどうかの木との対峙を続ける
時です。さて、だいぶ枝抜きも進んで、はい。森山先生がおっしゃったこの角度に対して見事にシャリ芸の味わいっていうのが出てきたように思うんですが、はい。森山さん、私さっき後ろから見てもこの木すごい木だなと。もちろんこちらもすごいし、はい。どんなもんなんでしょうかね。でも持ち主だったり時代背景によってやっぱこっち正面だったりやっぱ向こう正面だったりで、やっぱなるほど。その時によってやっぱ正面は多分変わっていく木だと思うんですけど、まさに明治五葉松の日暮というのが、はい、もう裏側になったり時々そうですね歴史で変わってますけど、はい、山鳥の木ってのはやっぱりそういうのがあるんでしょうかね。そうですね。さて、ここからなんですが、遠くから見てますと、この厳しいこの線が出てきた割に、はい、なんかこう上がそうですね。丸みがあってこう重いんですけど、これからまたやるんですか。まだ抜き込みして、やっぱこの枝の量とその幹のゲートのバランスを取りながら、まだやっぱり上が重たい感じがあるんで。これやっぱり若木から作っていくのと、この古木のものの出来上がった木を抜き込むっていうのはまた全然違うもんですか。そうですね。一度若返った感じもしますけど、でもやっぱその作業はやっぱ大事になってくるんで。なるほどね。さて、下が出来上がってきた古典名木の姿、じゃあまだ続くですけどお願いします。お願いします。
さあ、終日をかけて黙々と森山先生が改作に挑んでいます。いかがですか皆さん。表裏を変えて斜めにして、それでこれだけの大枝、こんな枝まで落としています。完成された木をこのように落とすということは並大抵ではありません。今のところで仕上がり 100% で何%ぐらいの出来ですか？まだ 60% いくかいかないかですね。ここからの仕事でもっと大切なのはどこですか？まだやっぱり全体的に重い感じがするんで、枝を下ろしながら、枝もちょっと透かしながらっていう感じですね。前にこう下の枝があった時のまだボリュームが残ってるということですか？そうするとこういう枝をさらにもっと仕事で締め込んで、やりすぎると今度は木を若くしてしまう、でもやり足りないと木がドーンとしてしまう、微妙なところですが、ここが名木をいじる時の大切なところかもしれません。ここから先はその仕事をして、丁寧な枝さばきをして、最終的に植え替えまでになるかもしれませんね。そうですね。わびチャンネルは森山先生のここまでの活動をご紹介して、この心拍の改作としますが、この最終的なここからのさらに細かな報告、そして今までのものの解説、これも月刊近代盆栽さんがここからの追跡をさらにして植え替えまでの段階、どのような木になるか、これを予定では7月の初めに出る8月号、これでご紹介することになると思います。ぜひ近代盆栽の紙面でも詳しいこの完成した姿をご覧いただけるとありがたいです。先生、今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。森山義彦先生の心拍の古木名木の正面変更という大胆な仕事。とりあえずは正面を変え、角度を変えたところまでお伝えしました。古い名木が作り上げた顔。これは一番初めに山取りからされて、数々の名人と言われる方々が受け継いで今に至っています。おそらくこの木も見る限りは100年に近い時間を盆栽家たちの世界と歩んできたでしょう。それをたった数日で今までの姿を変える。これは技術という以前に、そこへ至るためにそれに挑む作家の気概や苦悩が何よりも大切なのかもしれません。この木が次の時代に受け継がれるために、ある一時期の姿を描き出すことかもしれません。またいつかはその裏側の姿を楽しむ人もいるかもしれません。その中で描き出す世界、ぜひここから先は雑誌の中でご覧いただくことになります。わびチャンネルは著名作家の活動、その方のエピソード、もちろん盆栽追跡に関わるすべての出来事をお伝えするチャンネルです。ぜひチャンネル登録をなさってアーカイブもお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。